おはようございます。おはようございます。今日注意事項だけゴーちゃんお願いします。そこのカーテン残し、照明残し、エアコン外し、基本的に全撤去ですけども、貴重品と写真と残し、以上です。さっきのね、後で聞くわ。若いスタッフを。こんにちは、メモリーズ横尾です。今日は自死の現場をご紹介いたします。55歳の男性が、首をつっていたという現場なんです。お部屋の中もゴミ屋敷の状態で、セルフネグレクトを感じさせる現場でした。自死を扱うっていうのは正直抵抗もあるんですね。自死はやっぱり自ら命を絶つっていうのは良くないと。なんで死ねるその勇気があればもっと頑張れるだろうとかね。僕もやっぱりそういう考えを持っていたので、僕はこの仕事をして考えも変わりましたし、私事ですが、かつて僕はミュージシャンをしてたんですけど、その仲間がですね、うつで苦しんでます。彼とは電話でよく話をするんですけど、彼に質問されたことがあるんですね。横尾さんは自殺の現場行くんですか？で、行くよっていう話をしましたら、そういう現場に行ったらどう思うんですか？聞かれたんですね。
正直なんで死ななあかんかったんかなって思うと、もっと他に選択肢なかったんかなと思うよという話を、そしたらね、彼が死ねてよかったなと思ってあげてくださいって言うんです。要はやっぱりうつの時はしんどくて死にたくても死ねない。なのでちょっと気分がいい時、ちょっと体が動く時、その時に今だったら死ねると、そう思って自死してしまうと言うんですね。で実はその言葉を聞いてからそういう現場に行くと妙に納得してしまうこともあったりとかして、だからその自分がもう亡くなるしかないというその精神状態になるまでにやっぱりつながりがなぜなかったんだろうっていうことに、なるかなと。僕らは普段話を聞いてもらえる家族だったり友達だったり、なんか落ち込んでも打ち明ける人がいてますが、それができないとやっぱり人は弱くなっていくと思います。まして収入があまりなかったりとか、体どっかしんどいとか、働く気力が湧いてこない、働けない、そういう状況で逼迫した状態の中、体が動かない、食べるものも飲むものももう全然選択肢がないと、もうそういう状態で生活をしていると絶望な感情になるのかなと思います。正直自死というのを取り上げる、やっぱり非常にデリケートな問題なので、語りにくいところもあるんですが、ただやっぱり僕らはそういった現場にも行きますし、やっぱり起きてる現実はやっぱりお話ししておこうかなと思っています。今回55歳の男性、連絡をしても連絡がつかないということで、それまでにおそらくですがね、
前兆があったのだと思います。ですから、今回死後2日で発見されているので、現場は、特殊清掃という作業はほとんどなしです。親族の方がやっぱり気にされて連絡をしていたんだと思います。つながりが持ててるっていうことに関しては、僕たちは感謝しないといけないと思います。そういう不安と戦いながらつながりが全くなく生きていくっていうのは、自分に置き換えても苦しいなと、そういう気持ちになります。はい、また発信いたします。どうぞよろしくお願いいたします。